あなたは私に到達する必要があります。すべてはあなたの生存にかかっているのです。この世界のほとんどはその多くの生き物の仲間を作ります。最高の強さと技術。昔私がしたようにこの場所を探検してください。ピースを組み立て私を見つけてください。サバイバー。できるのは君だけかもしれない。はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークストーリーについての解説となります。アークのストーリーマップ、全部で6マップあるんですが、それぞれ各マップに分けてご紹介していこうかと思っております。今回は序章として直接マップのストーリーではなく、アークの時代背景であったりとか、全体像のご紹介をしていこうかと思います。ストーリー内容として、極力今回はマップのストーリー自体には直接触れない形で、ネタバレを極力抑えた形でご紹介していこうかとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご自身で考察したいよっていう方に関しては、前半は少しその助けとなるような簡単な背景などのご紹介になっております。後半私の考察を含めた一通り全体像のご紹介をしておりますので、良きところでブラウザーバックしていただければと思います。以前ですね、各ストーリーマップのボスクリア後のムービーをまとめたものをご紹介しておりますので、ご興味ございましたらそちらもご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、アークのストーリーとは何ぞやというところからご紹介していこうかと思います。アークのストーリーですね、最初の4マップ、アイランド、ポーチドアース、アベレーション、スティンクションは探検家の記録、エクスプローラーノートがマップの各所に配置されておりまして、こちらを取ることによって経験値のバフもつくんですが、それぞれプレイヤー以前のサバイバーたちの記録が記されたものになっております。こちらを読み解いてバックストーリーを確認していくというものになっております。その後、ジェニシスが出たわけなんですが、こちらに関しては基本的にはプレイヤーが操作しているサバイバーを中心にストーリーが進むような内容になっております。少し前の同じような記録などもあったりはするんですが、基本的にはプレイヤー中心のストーリーになってます。その後、アーク2につながっていくストーリーにもなっておりますので、アーク2を始める前に、今回こちらの全体像の部分、まだ見てないよっていう方とか、なかなか集めるの大変だよっていう方、あとは内容はよくわかんないっていう方に関してはですね、後半の全体像を見ていただければ、アーク2もすんなりストーリーに入っていけるような内容にはしようかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、まず時代背景としてなんですが、簡単に言うと超未来っていうことになります。時間軸としては、まずストーリーとして最初の4マップとジェネシスは場所も違うところにはなるんですが、時間としては最初の4マップのバックストーリーの後にジェネシスのストーリーがある。その後、アーク2のストーリーが始まるというものになっています。最初の4マップ、バックストーリーの中でも時間軸が3つほどありまして、メインとなるヘレナさんを含んだキャラクターたちが展開するストーリーの時代。
コーチワースのライアさんの王国が栄えた時代、ヘレナさん来る前の時代ですね。あとアベレーションの大学院生が展開するストーリー。これはヘレナさんが来た後の時代になっています。ジェネシスの方も一部ですね、プレイヤーが展開するストーリーの前の部分の記録なども残っているものがあります。アーク2に関しては、ジェネシス2をクリアして、その後おそらく数年は経っているような雰囲気ではあるんですが、実際どういうストーリーになるかっていうところは気になりますね。続いて重要人物のご紹介。各マップに出てくる登場人物でもあるんですが、縦軸としてストーリーの根幹に関わってくる各キャラクターたちのご紹介を簡単にさせていただこうかと思います。まずは一番有名だと思われるヘレナ・ウォーカー。21世紀のオーストラリアの生物学者となっておりまして、生物の調査書を作成された方でもあります。一番重要人物であり、ストーリーとして主役に当たるキャラクターになっております。ちなみにアニメ版はこんな感じ。次にサー・エドモンド・ロックウェル、19世紀ロンドン出身の科学者になっておりまして、ゲーム内では消耗品やキブルなどのレシピなどでその名前を見ることができます。あとはボスに出てくる状態ですね。ちなみにアニメ版はこんな感じ。続いてメイ・イン・リー。中国の黄巾の乱後の三国志時代の武将になっております。アニメ版では3世紀の中国の反政府勢力の指導者という紹介になっています。もちろん武将として戦闘力もありまして、ビーストマスターという2つ名がつくようにゲームが得意なキャラクターでもあります。続いてアベレーションから登場するダイアナ・アルタラス。22世紀初頭の地球共和連合軍のパイロット、軍人さんですね。テック文明が発達している時代の軍人さんになってます。続いてサンティアゴ。アーク2でさらに知名度が上がったかと思うんですが、エクスプローラーノードの記入者としてはエクスティンクションからにはなるんですが、アベレーションの時代から登場しているキャラクターになっております。ダイアナと同じ時代の敵対国、連邦軍のメンバー、おそらく技術屋になるかと思われます。アベレーションのターミナルやエクスティンクションのメックを作成したキャラクターになっております。あとはジェネシスのクリアムービーにも出てきたキャラクターであり、アーク2にも登場するキャラクターになっております。はてなはてな。後に待つものとなるんですが、エクスティンクションが実装される前にですね、各ストーリーマップに追加で実装されたエクスプローラーノードの記入者であり、エクスティンクションで登場する待つものでもあります。こちらはエクスティンクション後のヘレナ・ウォーカーということになります。この話はちょっとネタバレになるところもあるので、エクスティンクションのご紹介の時に詳しくはさせていただこうかと思います。最後にジェネシスの HLNA さんですね。こちらは先ほどのエクスティンクション後のヘレナさんが作成した AI 端末になっております。基本的にはヘレナさんの人格をベースに作成されたもののようで、ヘレナさんの記憶もちょっと持っているようでございます。人格的にはそれぞれ各端末独自に人格を持っているようではあります。こちらがキャラクターとしてネタバレを抑えた上でのこういう人というところのご紹介になります。それぞれ詳しい部分に関しては各マップのストーリー紹介の時に追加でさせていただこうかと思っております。続いて、ここから少しネタバレというか考察を含めたお話になってくるんですが、全体像のお話をしていこうかと思います。まず場所の部分として最初の4マップに関しては地球圏でのお話。ジェネシスに関してはスペースシップジェネシスでおそらく外宇宙お話になっております。時代というか、全体像としてですね、少し時代を戻りまして、
地球圏に宇宙から謎の物質が降り立ちます。後にエレメントと名付けられる物質になるんですが、こちらを研究して出来上がったのがテックですね。テック文明がこれにより栄えることになります。ただこれに関して問題点が実はありまして、エレメント自身に意志のようなものがあります。特徴として強力な適応性と結合性を持っているものになっております。これによりエレメントに汚染されたものも共有的な意思の疎通があります。エレメントの意思を伝える柱としてキングタイタンが存在し、そこから各タイタンや汚染された生物たちに意思の伝達がされ、実行されるという流れになっています。最終的に文明は栄えて滅び、エクスティンクションの時代になります。そして残った人類が立てた計画が2つ。地球圏で行われたアーク計画。こちらはスペースコロニーとして各マップに当たるんですが、地球の周りにコロニーとして配置されます。これで各環境を作成し、ここにサバイバーや生物たちを放ち、サバイバルに優れた能力者を育てる。データなのか遺伝子なのか、異なるいろんな時代の優秀な人物のクローンを生成してサバイバルさせている環境となっております。エレメントの一つになる能力を使って、このアークコロニーで作成した環境を地球にまた根付かせて復興しようという計画になっております。各アークコロニーの中には、テック洞窟で出てくるような監視者というものが置かれることになりまして、そのガーディアンとして各ボスが配置されております。実際のところ脱出した人類に関しては滅亡したのか、また別の形で休眠をしているのか明確なところはないんですが、今現状としては各マップの監視者が存在するのみになっているようでございます。もう一つがスペースシップで外宇宙へ出てですね、生存できる惑星を探しつつジェネシスシミュレーションによって高いサバイバル能力を持つ生き残れるサバイバーを生み出して人類を生存させようという計画。地球圏の方に関してクローン技術のようなものを使って各時代の優秀な生命体の情報をもとに作成されたもの、その肉体にインプリントを通して記憶であったり情報というのを蓄積していくという形が取られている。こちらがサバイバーになります。なのでサバイバーが死亡してまたリスポーンできるっていうところがそういったシステムになっているということですね。ジェネシスの方はシミュレーション内になってるんで命問題なくリスポーンできるわけなんですが、ちょっと2の方はですね、シミュレーションを抜けてスペースシップ内での話になってくるので、その辺がどういう理論になっているか、地球圏の方のインプリントと同じ扱いになっているのかっていうところは別に出てないんで、何とも言い難いところではあるんですが、最終的にエレメントで栄えた文明がエレメントで崩壊してエクスティンクションでプレイヤーがキングタイタンを倒すことによって地球圏が解放され各アークコロニーが地表に降り立つというお話ですね。時間軸がエクスティンクションのエンディング後なのか前のお話になっているのかっていうのはちょっと定かではないんですが、地球圏とは別でエクスティンクションでアセッションしたヘレナさんがある施設からスペースシップへ飛びます。ここで HLNA さんを作成してジェネシスシミュレーションを行っているサバイバーのサポート端末として展開させています。その後ヘレナさんの所在は不明となっております。ロックウェルに関してはどのようにスペースシップに転送してきたのかは不明になっているんですが、ジェネシスシミュレーション内でエレメントの力を使って侵入して妨害し、そしてジェネシスのスペースシップ自体も取り込もうとしています。結果として地球圏に関してはサバイバーの力でキングタイタンが撃破され地球を復興するという形で一旦終わりを迎えています。
ジェネシスに関しては、サバイバーがジェネシスシミュレーションをクリアしました。また、ジェネシスシップでもロックウェルの進行を止めました。が、スペースシップは近くの惑星に墜落してしまいました。その後のお話がアーク2につながっていくということになります。それにあたって落ちた惑星が復興した地球だったのか、または別の惑星だったのかというところはまだ出てないお話になりますし、違う惑星だった場合、今後地球圏へ戻るストーリーが存在しているのか、一旦地球圏に関してはエクスティンクションで終わりを迎えているのかというところも気になるところですし、また、所在が不明となっているヘレナさんがどうなっているのかというところも今後アーク2のストーリーが気になるところですね。ではいかがでしたでしょうか。極力ネタバレを抑えた形でのご紹介になりますので、少しイメージしづらいところがあったかと思うんですが、また各マップのストーリー紹介後に総まとめとしてご紹介できればと思っておりますが、どうしてもちょっと時間がかかる部分にもなりますし、それまでにアーク2が出てしまってちょっと時間がどうしても空いてしまう可能性もあるんですが、ご紹介はしていければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。